こんにちは、まずくです。今回の動画は 6×6 で使えるキッチンレイアウトを4つご紹介していきます。バスルームに続いて今回も私好みなレイアウトになっているんですけど、間取りや家具の配置は他のジャンルでも使えるかなと思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。まず1つ目のお部屋は、私が好きなオレンジ色をテーマに作っていこうと思います。オレンジといってもポップな感じではなくて、私っぽくかっこいい感じで作ろうと思っているので、まずメインの壁紙はシンプルに白いペイントウッドの壁にして、アクセントにオレンジのペイントウォール、床はアクセントウォールのオレンジとなるべく近い色の串上げフローリングを使います。では次は間取りを決めていきます。まずオレンジの壁の面積を少し減らしたいので、仕切り壁を1枚置いて壁を隠します。で、今回キッチンは前にも後ろにも作業スペースがある大きなキッチンにしたいので、まず角に冷蔵庫を置いて、壁沿いと1マス開けて前に仕切りカウンターを並べます。で、今回コンロを使っていないので、仕切りカウンターの一部をコンロに見立てるために天井にレンジフードを設置します。さらにこれ以上仕切り壁や柱を置かないので、その分立体的にするために手前のカウンターの上にランプを3つ配置します。次はキッチン小物を飾っていきます。小物はスタイリッシュさを出すためになるべく黒いものを選んでいきます。で、レンジフードと今飾った家具の間が空いてしまったんですけど、ここにはネオン管のライトを消してフライパンとかお玉などを引っ掛けられる場所にします。そして左側の壁には自作のドアの前デザインを飾っておきます。おそらくこれからのレイアウト動画でたくさん出てくるくらいこのドアの前デザイン使っているんですけど、苦手なりに頑張って作ってよかったなと思うくらいお気に入りです。これからもたまにレイアウトで使える前デザインを作っていこうかなと考えています。ここまででキッチンは完成したので、次は横の中途半端に空いている場所を埋めていきます。仕切り壁があるので壁掛け家具を飾れない分、なるべく壁の面積を埋める家具を置きたいんですけど、分厚い家具を置いてしまうと圧迫感を感じるので、ちょうどいい高さと分厚さのヴィンテージなチェストを置いておきます。さらに少しでも高さを出すために上にディスプレイボトルを置いて、壁にはおなじみの飛び出るエアコンを配置します。これでなんとか中途半端な空間を埋めることができました。次は手前側にダイニングスペースを作っていきます。まずダイニングテーブルは私の大好きなクールシリーズを使って、椅子はノルディックなチェアのファブリックの部分を黒いマネズに変えて使います。さらにテーブルの上にはシンプルにコーヒーカップ、お部屋の角にはお部屋の後ろ側と色のバランスを取るために真っ白のカラーボックスを置きます。壁にはウォールシェルフを飾ってカラーボックスとセットになっているように見立てて、窓の上には最近私の中でブームが来ている両面ウォールクロックを飾ります。この家具アップデが来る前からある初期の家具なんですけど、最近めちゃくちゃ魅力的なことに気づいて頻繁に使っています。お部屋に立体感が出せるので、物足りない時とかに皆さん使ってみてください。で、さらにチェアの後ろにセントラルヒーティングを飾っておきます。次は右側の空間を埋めていきます。ダイニングスペースがあるので、そこから見えるようにテレビを置きます。ちなみに液晶テレビではなくブラウン管を選んだのは、ただただブラウン管のフォルムが大好きだからです。テレビの左右にはランプとスツールを置いておきます。最後にまだ飾っていない壁に家具を飾って、これでこのお部屋は完成です。大好きなオレンジ色、黒を差し色に使うことでスタイリッシュにまとめ、壁や床を木材にすることでアットホームな雰囲気にもできたので満足です。次のキッチンのテーマはインダストリアルをテーマに作っていきます。インダストリアルといえば武骨さを感じる内装とスチールとか木材を使った家具の組み合わせをイメージすると思うんですけど、それだと少し私の好みとは違うので、木材は使わずより洗練されたお部屋を目指して作っていきます。
なので、まず壁紙は無骨さを感じるトタンの壁に、キッチンなのでアクセントにモノクロタイルの壁、床は本来だとコンクリートだったりモグナット系の床材にすると思うんですけど、今回はブルーラバーの床を使います。次は間取りを決めていきます。もっと内装に無骨さを出したいので、タイルの壁を仕切り壁で隠して、コンクリートの柱とカウンターを使ってキッチンスペースを作ります。さらに立体感を出すために柱の前に仕切り壁を置いてお部屋を分けます。これで間取りは決まったので、キッチンスペースから作っていきます。木材を使わない分、家具は無駄な装飾のないものを使って無骨さを出していきます。なのでキッチンは一つの家具を置くだけで完結するアイランドキッチンを選びます。次はキッチン小物を飾っていきます。使う小物はすべてシルバーもしくは白にして、換気扇はレンジフードではなく壁につける換気扇の方が無骨さを出せるので、壁の角ら辺に配置しておきます。さらに天井にはお部屋の雰囲気に合うキューブライト、キッチンの上には水差しを置いておきます。で、このままだと仕切り壁の側面が気になるので、なじませるためにつまげた袋を置いてなじませます。次は仕切りカウンターの前にカウンターチェアを置いて、これでキッチンスペースは完成です。ここまで見てもらってわかる通り、私っぽいインダストリアルなキッチンが作れました。次は左側のスペースを埋めていきます。仕切り壁の横にはぴったりはまるサイズのテーブルを置いて、ダイニングスペースを作ります。壁にはおそらくどのジャンルのお部屋にでも合うことが分かったエアコンと仕切り壁の組み合わせを使って、天井にはこれまた無骨さを出すための裸電球を配置します。さらにテーブルの前の椅子は、今のところお部屋全体を見てもらうと高さがあまりない家具が多いので、立体感を出すために高さも重厚感もあるアートなチェアを使います。今まで動画では使ってこなかったんですけど、この椅子も大好きです。次は手前にダイニングスペースを隠さないような家具を選んで、その上にはこれまた無骨さを出すためのシルバーのエスプレッソマシンを置きます。壁には窓の上に床の色と合わせたネオン管を飾って、ロッカーの上にはちょっとした遊び心で絵を飾っておきます。次は右手前のスペースを埋めていきます。ここも後ろのキッチンを隠さないように高さのない家具を置いて、お部屋に音楽を流すためのラジカセを置いておきます。で、全体を見てもらうと入り口あたりが寂しいのでマットを敷いておきます。右側の壁には家具を置けない分、なるべく面積を取るドアの前デザインを配置して、キッチン横にはセントラルヒーティングを飾っておきます。入り口側の壁はマイデザインにリメイクした放浪看板を換気口に見立てて、ドアの横にはお決まりのスイッチを飾って、これでこのお部屋は完成です。私が知っていたインダストリアルなテーマの概念を木材を使わずスチール系や装飾のないシンプルなデザインを使うことで覆すことができ、なおかつ自分好みのレイアウト。次は淡い色をスタイリッシュに使って、さらに少し生活感のあるお部屋を作っていきます。なのでテーマに合わせてメインの壁はベージュのシンプルクロスを使います。で、ここから他のシンプルクロス系もそうなんですけど、どうやってスタイリッシュに見せるかでかなり悩んだんですけど、いい組み合わせができました。はい、こちら。アクセントに白いシェルフの壁、床はコンクリートの床を使ってみました。壁床の組み合わせがバッチシ決まらないと、レイアウト自体もなかなか決まらないことが多いんですけど、この組み合わせができた時にはもう可愛いお部屋が作れるっていう予感がレイアウトをする前にしてました。で、今からその予感が当たったレイアウトをしていきます。まずは仕切り壁と柱を使ってお部屋を半分に分けます。で、今回はスペースを分けるというよりかはお部屋が2つあるという感じにしたいので、マイデザインを使って手前は廊下、奥はお部屋という風に分けていきます。では早速タイルを敷いたお部屋をキッチンにしていきます。まずシェルフの壁に合わせて壁沿いに仕切りカウンターを置きます。さらにカウンターにくっつくようにアイランドキッチンを置きます。キッチンのお部屋が全体的に白いのでメリハリをつけるために黒のリメイクにしました。横には冷蔵庫と
壁にはシェルフに合わせてキッチン小物とシンプルなウォールシェルフを配置します。さらにカウンターの上を飾っていきます。壁に飾っていないところには大きめの小物、タオルラックの下にはマグカップ、キッチンの上には少し生活感を出すために水切りラックを置きます。次はキッチンの左右の隙間を合わせるために箱椅子を置いて、冷蔵庫前には生活感を出すためにゴミ袋を置いておきます。天井には上の空間に密度を出すために大きめのランプを配置して、これでキッチンは完成です。次は左のお部屋を作っていきます。まず仕切り壁には何も飾れない分、高さのある家具を置きたいんですけど、今回はカーテンのパーテーションを置いて大きな窓があるように見立てます。さらにシンプルな壁にはもってこいのアクセント、飛び出るエアコンを配置します。窓際にはキッチンに置いた箱椅子とバランスを取るために工作台を置いて、椅子はぴったり壁にくっつくボックスソファーを置きます。テーブルの上にはキッチンにある小物と色を合わせるためにシルバーの水差しを置きます。さらにお部屋に少し閉鎖感が欲しいので、入り口のところにウォールパーテーションを置いて、天井はお部屋の広さに合わせて裸電球、壁にはシルバーが貴重な家具を配置します。これで2つのお部屋は完成しました。次は手前のスペースをもっと廊下っぽくしていきます。まず密度を出すためにちょっとでも家具を置きたいので、柱の前にシンプルなチェストとシルバーのダイヤル式電話を置きます。さらに廊下っぽくするために左右の壁にドアの前デザインとドアの上にドアプレートを配置します。全体を見てもらうとドアを配置したことで廊下っぽくなったと思います。次はもっと家具を置いていきたいんですけど、あまり置けるスペースがないので、置いていて不自然じゃない場所のドアの前に小さめの家具を置いていきます。さらにゴミ袋から溢れているように見立てるために散らばった紙を置いて、廊下の真ん中に蛍光灯を配置します。これで廊下は完成したので、次はまだ飾っていない壁を飾っていきます。まずお部屋を完全に2つに分けたことで、2部屋とも時計があってもいいかなと思ったので、キッチンスペースに両面ウォールクロックを飾ります。最後に入り口側の壁にスイッチともう一つドアを配置して、これでお部屋は完成です。6×6 のお部屋に廊下、キッチン、ダイニングを詰め込んだにもかかわらず、廊下の部分をシンプルに作ったことにより圧迫感を感じ、写真映えしてくれると間取りにでき、程よい生活感を出せたので満足。次は前回に引き続き、私の好きなニュークラシックな雰囲気でキッチンを作っていきます。まず壁紙は大好きなボタニカルタイルの壁、床も大好きな古びたストーンタイルの床にします。で、今回間取りは L 字のキッチンにしたいので、天蓋付きカウンターと柱を使ってキッチンを作ります。さらに柱とウォールパーテーション、ラグを使ってお部屋を分けます。カウンターの上にはシンプルなデザインの小物、壁にもキッチン家具を配置します。冷蔵庫の上にはウォールシェルフを使って棚を作ります。さらに L 字を強調するためと天蓋の上のスペースを埋めるために蛍光灯を配置します。コンロの上にはレンジフードを配置して、キッチンの真ん中にはどの角度から見ても同じ形のテーブルを置いて、正面から見ても斜めから見ても写真映えするようにします。で、天井に近いところにダークブラウンの色がないので、ウッドシェードランプを配置して色のバランスを取ります。これで L 字のキッチンは完成しました。次はキッチン横のスペースを埋めていきます。まず壁には今回4度目の登場、ドアの前デザインにスマート壁掛けスポットライト、ドアの前にはヴィンテージなスツールを置いておきます。で、壁沿いにも家具を置きたいんですけど、L 字のキッチンはちょうど窓の前あたりから写真を撮ると映えるので、邪魔をしないようにあまり背の高くない家具を置きます。で、テーブルの上にはカメラを開いた時に映っても馴染むオーガニックパンとキッチンツールを置いておきます。次は左側のスペースを埋めていきます。小さなスペースなので何を置くかというよりかは全体の雰囲気や色のバランスを見て、まず壁沿いにカントリーなカップボード、
パーテーションの上にファブリックをマイテスの死後に変えたエレガントなランプ。タイルの上を歩くためのサンダル。壁には両面ウォールクロックを配置して空間を埋めます。次はまだ飾っていない壁を飾っていきます。まず窓の上にネオン管。窓の左右は床に置いてある家具と壁に飾る家具の量を同じにするために、右側はスイッチだけ、左は額縁を2つ配置してバランスをとります。入り口側の壁は特にたくさん飾がないので、代わりにダークブラウンの工具の壁をアクセントに使って、これでお部屋は完成です。前回のバスルームに引き続き同じテーマで作ったにもかかわらず、また違った印象がレイアウトができ、線外付きカウンターと柱で出口のキッチンを作るという新しい発見ができたので満足。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。